今回も張り切って参りましょう。もっと熱くなれよ。今回最初に紹介するのは国尾のお肉。怪文だけど全然違うのだ。ちなみに国尾のおでんというパズルゲームが存在します。そう、いきなり話が脱線してるんですけど、戻しますか。お肉じゃなくてオニキスですね。今回はスターウェイを堪能しようと思います。スターウェイってなんだよ。条件を満たしていれば設計図を大量に入手できる夢のようなイベントです。次のレースでミッションをこなせばオニキスの設計図が27枚手に入る。私はこれからオニキスを最終的に5つ星にしようと思います。おお、ええやん。たまらねえぜ。フラッシュ。これで条件を満たした。報酬が楽しみですね。福留孝介。ボカーノ。パックの中身よりオニキスの設計図。当たり前だよな。早速いただきましょう。ファイエカーハントよりずっと早い。ル。申し訳ないが比較するのは NG。カーハントにもカーハントなりの良さがある。もともと特別なオンリーワン。みんな違ってみんないいんだよ。いいんだよ。糖質 70%。おー、淡麗グリーンラベル。お前は何を言っているんだ。そんな CM がありまして。本編で CM 再現すな。そうだよ。このゲームやってる人は広告体制強そう。それ完全に偏見だわ。このスターウェイというイベントは設計図以外も美味しい。トークンももらえちゃいます。設計図もトークンも同時に配布している。これは大変なことやと思うよ。それでは設計図を受け取りましょう。ファイエル。トークンを使ってオニキスの設計図を集めた人もいたでしょう。その人は今何を思うのか。私も覚醒後下に大量のトークンを使った経験がある。後悔はありません。しかし毎週無料で設計図が配られる。思うところはあります。先のことは読めないので欲しいと思った時が買い時です。直感の7割は正しい。3割は違うということです。確かにそんなもんですね。さすが衛星7冠。早速報酬をいただきますが、設計図が52枚。かなりの大盤振る舞いです。ありがたく受け取りましょう。ファイエル。そもそもファイエルってなんだよ。架空の砲撃合図であります。ファイヤーでもファイエルでもないファイエルであります。理屈じゃないのか。この画面なんですけど、2つの選択を取ることができます。スターアップを先送りにする。そんな選択も取れるんですね。それやる意味あるの？あります。でも多くは語りません。先送りにすると四つ星のままってことか。この先は自分の目で確かめてくれ。昔のゲームの攻略本かよ。一旦保留したけど、やっぱりスターアップする。あれ特有の気まぐれ。あれ言うな。真面目な話、この状態だと致命的な問題がある。実は大したことなさそう。スターアップしないとオニキスでのレースができなくなる。割と致命的だった。ここで我慢する未来もありましたが、無理でした。あれはせっかち。あれ言うな。この車について教えて。実は意外と乗りやすい。昔はニトロの少なさが懸念でした。今はそこまで毛嫌いしていません。減速しなければどうということはない。一方マルチは得意ではないかな。そうだよ。私が特に理由もなく好きな車の紹介です。なぜ好むのかは説明できないのだ。このように確認画面を出す機能があります。一見すると選択回数が1回増えるだけ。これは使い方によっては保険になります。5タップによるミッションスキップを防ぐこともできる。この機能を使いたいなら通知の設定をしよう。最低値にすればおそらく全てに通知が出ます。フラッシュ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 。成し取れたぜ。スーパープリに向けた強化です。不況だったのか、実質1回しか開催されていません。厳密には2回目の予選中に中止になった。不具合が理由だった気もする。それを踏まえてですが、2月のアップデートでルーパーのイベントが来るみたいですね。パッチノートを見る限りではグランプリ形式ではないみたい。エイリーイベントで来るのかな。期待はしていません。気楽に待ちます。期待しなければ落胆もしない。あ、そうだ。表示の不具合についてお話しします。マシンをスターアップと書いてありますが、実際にはできません。スターアップした直後にのみこの現象が確認できます。描画を使い回さずきっちり再描画しようね。描画の再利用自体は悪いことではないんだけど。そうだよ。はい、全部すっ飛ばしてイベント終了です。ルーパーに一切触れない潔さ。カニックスカネックス、加速遅いやつ。福留孝介 TDF、ふさふさ TDF、ドババババッバ。三浦の鍵ゲットだぜ。いやーめでたい。それでは三浦についてお話しします。
ぶっちゃけこの車は性能とかどうでもいい。よくないよ。フォルムが好き、シンプルイスベスト。性能に言及しないのか。ということで、ちょっと短いんですけど、今回はここまでです。まあいろいろありまして、次回はなるべく早く公開できるよう、最善を尽くします。トラブルがないといいんだけど。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。